こんにちは。システム組み立てチャンネルの大滝と新堀です。新堀さん、はい。今日は200枚ぐらいあるホワイトペーパーをちょっとだけ50枚ぐらい50枚かいつまんでお話をしていきたいなと思っております。システム導入で失敗する前に読んでほしい業務フロー設計の進め方、大規模システム導入前に実施したい3つの準備体操っていうことで、4本の動画の2部作目です。2本目ですね。はい。僕は失敗してほしくない。大規模システム1500万ぐらいかけたシステムが使われないとかさ、どっちの立場になっても悲しい。ユーザー企業としても悲しいし、提案する側としても寂しい。なので、もし失敗したくない大企業、中堅企業の皆さん方、この動画を見ていただき、システムの導入成功率を 1% でも上げていただけると嬉しいです。成果努力で作られる。早速スタート。では早速、本編に入っていきたいなと思っています。大規模システム導入前に実施したい3つの準備体操ということで、3つ結論からお伝えをしたいと思います。まず1つ目、現状の課題、業務の整理をすること。2つ目、将来の業務、ビジネスの進め方を想像すること。そして3つ目、費用削減ではなく何を生み出すかに注目をすることなんですよね。この3つ僕意外じゃないかなって思ってます。全然システムに関係ないじゃんって思う方いらっしゃると思うんですけど、違うんですよ。しっかりとこの内容について理解をしていただきたいなと思っております。まず as is to be っていう用語に聞き覚えありますか？まず as is to be っていうのはビジネスフレームワークの一つなんですけど、現状を正しく認識し、理想のギャップを把握することで取り組むべき課題を明確化するためのフレームワークなんですよね。プライベートだったら皆さんナチュラルにできてるんですよね。例えばマンションを購入したい場合、今狭い賃貸物件に住んでいて最寄り駅から10分かかるし、築年数もだいぶ経ってきたな、趣味部屋や子供部屋が欲しいな、なんていう状況って、あれ？新堀さんのことじゃないですか？いや、そうですね。確かに。ね、最寄りから10分じゃないけどさ、近いけど、こういう風な状況もあると思うんですよね。じゃあ、もっと広くておしゃれな分譲マンションに住んで趣味を満喫する部屋だったりとか、子供一人一人に部屋を与えたいな、なんて思うことってあると思うんですよね。パートナーと話をしたりとか、お一人でもこういうこと考えたりすると思うんですが、これが as is to be なんですよね。先ほどの現状を考えるのが as is の現状で、to be が今後こういうことやりたいな、だけど全て叶えると予算オーバーしちゃうな、じゃあ優先順位をつけようということで、じゃあ駅から近いのを捨てようかとか、築浅とか新築ではなくリノベーションしようかとか、一人一部屋与えるのが難しかったら、じゃあ広めの部屋にして分けるようなこと考えようかな、みたいなことってナチュラルにしてると思うんですけど、なんででしょうね。これビジネスになった途端にできない人たちが多いんですよね。なのでしっかりとシステム導入をする前にas is to be ということで現状と理想を考えて、じゃあその理想を実現するためのギャップを考えていって優先順位や費用を考えていくっていうことはできると思うので、ぜひシステムを導入する前にやってみてください。続いて将来の業務やビジネスの進め方を想像することなんですけど、これも先ほどと同じようにマンションについて考えていきたいなと思ってます。じゃあ新築の分譲マンションを購入するときってもちろん将来のイメージってするじゃないですか。例えばこのマンションを買ったら家族とのコミュニケーションが活発になって晩ご飯を一緒に食べる機会が増えたらいいなとか、趣味に没頭できる時間が増えてストレス解消とか週末が楽しみになったらいいなとか、通勤が楽になって帰宅時間は変わらないものの通勤ストレスがなくなるといいな、なんて将来をイメージして分譲マンションを買うと思うんですけど、なぜでしょうね。システムになったら皆さんしないんですよ。機能があればいいな、機能があればいいなではなくて、この機能を使ってこういうことができるようになりたいなとか、これができるよ
なったら、ああいうこともできるようになるから嬉しいなっていう、ちょっと一歩進んだというか、奥行きのところまでを考えていただきたいなっていうふうに思っております。つまり、新しいシステムを導入する、もしくは既存のシステムに機能を追加するときに、しっかりと将来のイメージを作ることが大切だと思ってます。具体的にお伝えすると、今やってる業務が何時間削減され、もしくは短縮することができて、繁忙期の残業を何%カットできるんじゃないか。これは時間ですね。時間をカットすることができるっていう風なことを考えたりとか、二重入力が発生していた業務がなくなることによって、本来やりたかった、例えば戦略の検討をしていきたいとか、違う業務をしたいっていったことも考えることができると思います。つまり、将来のイメージっていうのをシステムを導入した後に考えるんじゃなくて、システムを導入する前に考えることによって、この機能がいる、この機能はいらない。今後こういうことをしたいからこの機能は優先順位上げようねみたいなコミュニケーションができるようになると思ってるんですよね。そして最後、3つ目ですね。費用削減ではなく何を生み出すかに注目をしていただきたいなと思ってます。また、マンションの例で考えてもらいたいんですけど、マンションを購入するときって購入の費用対効果とか投資対効果ってあんまり考える人少ないんじゃないかなと思ってます。ただ、一つ考えるのは今の賃貸物件に住み続けるよりかは、たった1万円しか月額のランニングコストは変わらないのに、今よりもっといい生活ができるとか、余裕のある生活ができるって考えるじゃないですか。それと同じように、企業側も投資対効果を長期的な目線と短期的な目線で考えてもらいたいんですよね。企業の場合は、実は新卒採用の場合とかは、もちろん長期的な目線で考えている企業さんの方が多いと思います。まず、入社後すぐに新卒が戦力になることって考えないじゃないですか。なので、6ヶ月とか、長くて12ヶ月は半人前、教育期間と思って、その後1年後、2年後に一人前になってくれればいいなっていう風な長期的な目線で考えていくと思うんですけど、システムになった途端、運用すればすぐ売り上げが上がる、業務効率化ができるって思ってる企業さん多すぎ。なので、僕はしっかりと人材育成と同じように、長期的な目線と短期的な目線で考えてもらいたいんですよね。じゃあ、その時に考えるきっかけっていろんな軸があると思うんですけど、利益を投資する時の最終決済者は経営者であることが多いと思うんですよね。経営陣、経営者が考えていることはこの2つなんです。1つ目が売上、2つ目が効率化、つまり利益を残すことなんですよね。なので、これらにどうやってインパクトを与えるかっていうのをちゃんと短期的と長期的な目線で考えていけたらいいなっていうふうに思っております。これが準備体操ですべき3つだったんですけど、もう一つおまけの話をしたいと思います。全然関係ないんですけど、大滝家ではルンバくんが大活躍してるんですね。はい、ルンバを使う前にやってることがあるんですけど、何と思いますか？今から頑張ってー、もっともっと頑張ってーっていうのもやるんですけど、やってるですね。やばいですね。よし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 正解いきますね。 OK。動線を作る。動線を作る。具体的に言うと、ルンバくんがちゃんと通れるように動線を作る。つまり部屋を整頓する。正解。ルンバって部屋を片付けないと活躍してくれないと思うんですよね。大滝家では3人子供がいるんですけど、部屋が汚い。でも一番初めにさせることは机掃除とか棚のきれいではなく床なんですね。なんでかっていうと、床を掃除しないとルンバ活躍できないからなんですね。もちろん掃除の順番で言うと上から下にやった方が氷が落ちるからいいっていうのはあるんだけど、そんなこと言ってられない、子供部屋では。まず踏み場を作れと、足場を作れって言ってるので、まずこういうことをルンバを使う時にはやってるんですよね。つまり床に大きな荷物が散らかっていない部屋じゃないとルンバは活躍できないんですよね。じゃあ整理整頓された部屋ってシステムで言うと何かっていうと、これがまさに業務フローなんですよね。俗人化された業務フローとか、誰も触っていないとか触れちゃいけないパンドラの箱のような業務をシステムで置き換えたとしても、イレギュラーケースでこの機能を作りましょう、この機能を作りましょうみたいな無駄な投資が増える一方なんですよね。なので、この業務フローをしっかりすることがめちゃくちゃ重要で、この業務フローを整理することによって、日常業務やルーチンワークのタスクといった進捗
力が把握ができ、人が評価されやすい仕組みを作ったりとか、2つ目で言うと、社内のナレッジが蓄積して、新入社員が一人前になるまでの育成方法がまとめやすいっていったメリットも生まれるんですね。なので、システム導入で業務フローを整理しましょう。うわ、めんどくさいな。こんなことしなくてもとりあえずシステム導入すればいいや。ではなく、その結果の副産物まで考えることで、こういう風なメリットも生まれますっていうことをぜひ考えていただけたいなっていう風に思っております。では、ここまで大規模システム導入前に実施したい3つの準備体操ということで、1、2、3お話をしてきましたが、どういう印象や感想をお持ちですか？やっぱ準備体操は大事ですね。何にするにしろ、スポーツするにしろ、ブチっていっちゃいますからね。無理すると。なのでしっかり準備をして、戦う準備をしてからやりましょう。っていうような。どう誰と戦うんですか？システム導入の場合には。自分じゃないですか。自分。己と戦っていただいて。これシステム導入をするときにやっぱ戦う相手って、ステークホルダーって言い方すると思うんですけど、まずは僕は自社と戦ってほしいなと思ってて、ね、誰がこのシステムを使いたいかとか、誰が一番初めにこれやりたいですって言ったかにもよると思うんですけど、僕は現場がハッピーにならないとシステムで使っちゃいけないと思ってて、このマネージャー層とか、この経営陣がハッピーになるシステムってあんま良くないなと思ってるんですよね。もちろん判断するために必要なことなのかもしれないんですけど、その判断するために現場が苦しんでるんだったら意味なくなってしまうので、仮に現場がやりたいって思ったシステムを導入するときには、上長にこういうことやりたいんです、こういうシステムを入れてください、残任費用がこうですっていうことを言うのではなく、今の現状業務がこうなってて、このシステムを入れたら、おそらくこれとこれがこういう風に変わるから入れたいですっていう風な、まず一つ目の業務の整理とか課題の整理っていうのは確実にしてもらいたいなと思ってます。ただ、その規模が大規模システムの場合には、全社最適化って言って、マーケとかセールスとかいろんな企業、いろんな部署が巻き込むことになるので、一人じゃできないと思うんですよね。そういう時には、クライクにお問い合わせをいただいて、我々と一緒に進めていけたらなと思ってるんですけど、この準備めっちゃ重要ですよね。他に何か気になったことありますか？マンションのくだりがあったじゃないですか。で、私がシステムを作ったりとか、要件定義してたりするときに、すごく思うのは、その年に1回しか使わないことに対して、すごくもうこうなって、この機能はいるっていう人たちが多すぎるっていうのをさっき聞きながら思ってたんですけど、なんか例えないかなと思ってたのが、じゃあ年に1回田植えがありますと、子供たちのイベントで。年に1回泥だらけになる日がある。それってじゃあ、プライベートだと何するかって言ったらもう洗うじゃないですか。その1回ぐらい手でビャーって、イレギュラーで。そのために年1回田植えの洗濯機を買うかって言ったら買わないって当たり前じゃないですか。でもこれがシステムになると、このパターンが年に1回あるからこれを対応してこないといけないみたいなことをおっしゃる人たちが多いので、なんか一回考え方を変えて、プライベートだったらどうするかなとかっていうのをこう整理整頓していくっていう風にすると、なんかもっとシンプルなシステムっていうところにも出来上がるのじゃないかなと思って、確かにプライベートで考えると違うなって思って聞いてました。完璧主義者なのかな？ 100% をシステムに求めちゃうのかもしれなくて、いいことでもあると思うんですよね。こう全てをきれいにこなしていくって言った観点としなくちゃいけないことかもしれないんですけど、アナログが全て悪いかっていうとそうじゃないところも出てくると思ってて、そのシンボリさんのおっしゃる年に1回とか年に2回とかの作業のために500万とか1000万出すかっていうと、おいおいって僕たちは止めるけど、IT 企業側からすると出す美味しい案件ですってなるじゃん。これはね、やっぱね、システムを導入したいユーザー側の企業さんがしっかりそれいるっけ入れないっけっていうのをプライベートかのように考えることも重要じゃないかなって思ってます。今日の動画はここまでなんですけど、冒頭でもお伝えしたように、今日説明したホワイトペーパーはこちらの内容なんですけど、200ページ今日あるんですよね。なので、この動画は2部作目なんですけど、3部作目では何をするかっていうのをちょっとお話をしたいなと思ってます。1つ目が大規模システム導入成功に向けた4つの導入ステップということで、今日の動画では準備体操をしてきました。じゃあ、準備体操もしっかりして、次成功するために何をしたらいいのかっていうのをお伝えをしていきたいと思います。まずステップ1ではビジネスモデルの再認識、2つ目が現行業務フローの見える化、3つ目が業務フローとシステムの見える化、
4つ目がシステム設計なんですよね。じゃあ、そのシステム設計とか業務設計っていう設計書が具体的に何かっていうのを具体例を用いてお話をしていこうと思ってます。業務設計とシステム設計がない状態でシステムを入れちゃうと、継ぎはぎだらけのバランスの悪いシステムになっちゃうんですけど、業務設計とシステム設計をしっかりやることで、組織全体化されたビチッとした綺麗なシステムができます。これに必要不可欠なものが業務設計とシステム設計書ですので、しっかりこの内容を3部作目でお伝えをしていこうと思っております。システム組み立てチャンネルをチャンネル登録をして、1週間に1本しっかり動画がアップロードされますので、ぜひ見てください。今日の動画はここまでです。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。最後まで見てくださった方、いい方ですね。ほんと、ぜひ、いいね、高評価、めっちゃしてもらっていいんですけど、1人1回だと思うので、いいねも忘れずによろしくお願いします。では、次の動画アップまでお楽しみに。バイバーイ。